私の勤めている小学校は周りを町工場に囲まれています。朝の8時半過ぎ、私たちが学校へ急ぐ頃にはもう大部分の子どもたちが学校に来ています。特に私の受け持つ2年生は本当に遊び盛り、朝から大変な騒ぎをしていることでしょう。今朝は今度卒業して先生になる若い人が実習に来て待っていました。今日はみんな飯田先生からお勉強を一生懸命に飯田先生からしてやります。じゃあ立ってください。おはようございます。飯田さんから授業の話を聞いて、私も5、6年前のことをはっきりと思い返しました。あれも話したい、これも分かってもらいたいと気持ちだけが焦って、生徒の心をつかまえることがどうしてもできない。今日やったことでね、一番ね、みんなにね、覚えてもらわなきゃならない大事なことがありましたね。授業の済んだ後で、私の経験をいろいろとお話ししました。生徒を決めつけてゆく男の先生が羨ましかった頃のことも。自分で本読まないで人に読んでもらう、こんなことばっかり考えていると大きくなって本も読めなくなる、新聞も読めなくなる。誰だそこの後ろの子、お前どうしたんだ、なんだってそんなに引っ込んでんだ。指定をちゃんとしなさい。ダメじゃないか、ちゃんとしろ。君は本読めないの？すくんでしまって手も挙げきれない子。今の私は子供たちの萎縮した冷たい教室を作りたくありません。本を読みなさい。おべそに手を入れてないで。なんだ君は、ポッポ向くな。一人一人の子供の持っているものをどうにかして理解したいと、私たちは小さな努力を重ねています。身体検査も一つの反省の機会だと思っています。小さい子供たちの勉強の具合は
随分体の状態に影響されているように思いますか？クラスで一番発育の良い吉田君はいつも元気があふれた風。これはある自習時間の彼。浅見君は勉強に興味を持っている一人ですが、まだ発育が十分でないのか、注意を長く集中するのは難しいようです。書き取りの最中にタバコを飲む真似でしょうか。石黒さんは素直な子供だけれどくたびれやすい。あくびが多くて自分でも当惑しているようなことがあります。最近知能検査がありました。一番成績の良かった大井君。大井君は学習にも熱心です。みんなに少しずつでも勉強する自信のつくようにしていきたい。51枚からこの8枚をどうすればいいか。石黒さん、ここ行ってやってみて。自分がお帳面に書いてるようにね。よくそれを見て、ここ行って。横書きはいくらかっていうのだから、51から8を石黒さんは引きました。43枚いいでしょうか。その時間にこんなことも見ました。ある子供がとっくに早く答えを書き終えて遊んでいます。そこへ隣の子供が「できたぞ」と叫んで鉛筆を置きました。覗き込んで自分の答えと違っていることを発見しました。はじめは何をとやり返す。とうとう可愛らしく降参してしまいました。まだ大部分の子供たちは自分の能力について疑ってはいないようです。給食やお掃除の時間に生き生きと楽しそうなのは門田さんです。給食は当番で回っていますが、この子の組はずば抜けて積極的です。また門田さんは同級生たちよりはるかに体も口もよく動きます。見てきた映画のお話をしているところ。いつもその周りには何人かの友達を集めています。
人一人の子供を気遣いながら教室全体の雰囲気を整えるのはなかなか骨が折れます。それから豊水さんがね書いてくれたのはね、ちゃんと住所が先に出てる。それで名前が真ん中に。どっちが良かった？こっち。はいよ。宛名はどっちに書くんだったのか。こうして一人一人の子供の元気な姿を考えるのは嬉しいのですが、そういう中でいつも気になるのは消極的で明るさの少ない子供たちのことです。ある社会科の時間のことです。遠足の経験を思い出しながら交通についていろいろと問答していました。みんなは意見を発表しようと大騒ぎです。刺さらない子は不満です。そういう中で青木くんは言いたくても手を挙げる勇気がない。なんとか発言のチャンスを与えたいとは思うのですが、うまく答えてくれるだろうか。内気というのでしょうか、何か引け目があるのでしょうか。みんなの前で積極的に振る舞えないこの子をこのままにしていけばいじけそうで心配です。今私にはもう2人消極的な子供のことが気がかりです。理科の時間。みんなが元気よくシャボン玉作りをしている中に一人ポツンとしている西山さん。いつも静かにしているので注意を引かなかったのですが、学習に興味を持っている姿ではないと気がつくようになりました。また一番前の席にきちんと座っている谷川さん。どんなにみんなが乱れても谷川さんが席を離れた姿を見たことはありません。算数も国語も良い出来だし、宿題はきちんとしてくる。しかし図画などは特に苦手で、どこか自分を出し切っていないこの子。
私のこの感じは休み時間での観察によって特に強められたのかもしれません。谷川さんは決して遊びに興味がないわけではありません。それは表情からもよくわかります。しかし、みんなの中に飛び込んでいくところまでいつも気持ちがいかないのです。こういう子どもたちを本当に理解するためには、家庭や学校外での生活の様子を知ろうといろいろ努力しています。きちんと座っている谷川さんのお家を訪ねました。一人ポツンとしていた西山さんのお家は両親とも働きに出ていていつも留守でした。近所の子供たちに混じって遊んでいる西山さんは教室とはまるで違っていました。内気な青木くんはお父さんと二人暮らしの家庭でした。グループ活動は子どもたちの個性をさらにはっきりつかむ良い手がかりを与えてくれます。そこで今までとは違った個性の反面を発見することができました。大井くんと他の子どもたちの組み合わせはうまくいきませんでした。大井くんは何でも自分の思い通りにならないと気が済まないたちです。とうとう他の子どもたちは手が出せなくなってしまいました。どうしたら大井くんのようなよくできる子どもにみんなと協力していく気持ちをだんだん育てていけるか。この組は大変うまくいっています。
熱心な石黒さんと陽気な門田さんがまとめ役。体の弱い浅見くんも勢い込んで自説を主張。意見の対立もなんとかまとまっていきます。ここでは失敗も笑いの種です。青木くんもこういう雰囲気の中でのびのびと仕事をしています。大変な熱中ぶりです。こんな子供もいます。子供たちが自然に作っている友達関係を図にしたソシオグラムなどもグループを作るときに資料として使いこなしていきたいと思っています。谷川さんは親切な性質の子どもたちのグループに入れてみました。後でグループの仲間とはだんだん打ち解けるようになりました。仕上げたことの発表です。すいません。私のね、具合ちょっと見てください。
一日の授業が済んで答案を調べていると、一人一人の顔が思い浮かんできます。いろいろな角度で観察していくと、その子にしかない尊い個性のあることを強く感じます。しかもみんなは一日として同じところに泊まっていません。この子供たちをどう育てていくか、それは私たちにとって困難でもあれば、また楽しい仕事でもあります。